どうぞどうぞ、おやすみなさいまし。奥は広うございますよ。あったかな冷や飯に煮立てて冷めた魚もございます。向こうに江戸の町が見えるぞ。だいぶ歩いたな。海辺おばなど品川というやらん。さればさみずあるに任せて。さめずとさみずを引っ掛けましたね。やじろべえと北八。江戸日本橋を出発して鈴ヶ森を過ぎ、川崎にたどり着きます。ここは道の両脇に旅籠や茶店が立ち並び、多くの旅人たちが往来しています。いや疲れた疲れた。うまい奈良茶飯を出す宿があってな。そこの飯盛り女が可愛いのなんの。いいね。ねえうずきちゃん、奈良茶飯って何？元は奈良のお寺の装飾よ。お茶で炊いた飯に入り大豆や小豆、栗や泡腹持ちの良さが売り、有名な川崎宿の万年屋じゃ。これにしじみの味噌汁と奈良漬けを添えるのが看板だったの。なるほど、江戸のファストフードだったんだね。膝栗毛で描写されてさらに有名になり、実際に大名や役人まで立ち寄ったんだって。でも今も残ってるの？その万年屋って。残念ながらもうないけれど、跡地には案内板が立っていて、地元のお菓子屋さんが奈良茶飯風のおこわを復活させてるのよ。じゃあ現代でも江戸の旅人気分が味わえるんだね。あの娘、去年までは柳みたいに細かったのに、今じゃ腰回りがどっしりしてるね。そりゃ毎日客に小づかれてるからだろうよ。それにしてもこの茶屋、床の間に枯れた花を飾ってるし、あの掛け軸見てみなよ。ありゃ恋の滝登りよ。なんで船がそうめん食ってるのかと思ったよ。ほら飯が来たぞ。さあ無駄口叩かず早く食え。汁が冷めちまう。腹ごしらえを済ませた2人が歩き出すと、道の向こうから大きな声が響いてまいりました。それは大名行列の先払いと呼ばれるものでございます。下に傘や手ぬぐいは取りましょうぞ。なんだと、俺は相撲取りと背比べをしたくらいの男だ。高くて悪いか。シャレなさんな。ひどい目に遭わされるぜ。ほら見て北さん、前の方で荷物を持っている人たち、いいお尻だね。殿様もいい男だよ。女中たちがみんな言い寄っているんだろうね。ああ、だから殿様の槍はいつも上を向いているんだな。さあ行列は行ってしまった。俺たちも行くぜ。大名行列ってすごかったね。みんな道端でひざまずいちゃって、そんなに偉いの？そうよ、参勤交代の行列なの。江戸幕府の制度で全国の大名が1年おきに江戸へ訪問しなきゃならなかったの。じゃあ毎年地方の大名様はお引っ越しみたいに大移動したの？そうなの。奥方や子供は江戸に住まわせて、国元と江戸を往復する。だから何百人もの行列になって、お金も人手もかかって仕方ない制度だったのよ。なんでそんなことしてたの？地方の大名たちがお金で力を蓄えないように、財政を疲弊させる仕組みだったの。国を安定させるため大事な行事だったんだね。そう、行列を妨げたら即手打ちなんてこともあったのよ。行列が来るたびに町の人も大騒ぎね。2人は神奈川台へとたどり着きます。ここは道の片側に茶屋が軒を並べており、2階建てで窓際には欄干がつき、とても風情ある光景でした。どうぞどうぞ、おやすみなさいまし。奥は広うございますよ。あったかな冷や飯に煮立てて冷めた魚もございます。じゃあ沸きたての冷たい茶なんてあるのかい？はいはい、クジラのようにバカでかい小魚の煮付けなんてどうです？いい眺めだな。ご注文の酒とラジの塩焼きでございます。この魚、あの美人さんが料理したのかな？ふん、口ばっかりの旦那衆だこと。腹が減ってりゃなんだってうまいはずだよ。おやすみなさいまし。奥は広うございます。おやすみなさいまし。そりゃ奥が広いのは当然だよな。房総半島全部見えてるんだからな。
おいおい北さん、このアジちょっとござった目つきだぞ。顔がいいから料理も上手だと思ったら間違いだね。次からは気をつけねえとな。ござったと見緩め。目元のお魚はさては娘が焼き腐ったか。うまそうに見ゆる娘に油断すな。キャツが焼きたるアジの悪さに。お酒を楽しんだ2人は保土ヶ谷を目指して歩いておりました。すると10代そこらの男の子が駆け寄ってきます。そこの男前の旦那さん、一問をくんなさい。おお、なんだおめえは。どこから来てどこへ行くんだ。どこから来たかはおいらのかぶっている傘に書いてありんす。おいら異性の抜け参りだけんど、腹が減ってなんねえから銭か餅を恵んでおくんさい。この風習は道中の子供に銭や食べ物を与えると神様のご利益があると信じられていたのでございます。やじろべえは子供をからかおうと出まかせを言い始めました。おめえは奥州信州の畑山村の長松っていうのか。そういや俺も畠山にいたことがある。よじろべえは元気か。男の子の傘には名前と出身地が書いてありましたが、よじろべえなどという人物は実在しません。知ったかぶりででたらめを言ったのです。よじろべえは知らねえんけど、与太郎なら元気だ。男の子も口から出まかせを言い調子を合わせるのです。お、その与太郎丼だ。その与太郎丼のおかみさんは力持ちの女だろ。はい、おかみさんは力持ちです。そのおかみさんが馬の尻尾を引っこ抜いたことがあったろう。そしたら馬はヒヒーンと鳴いておかみさんを蹴っ飛ばしたはずだ。はいはい、旦那さんは何でもよく知っていなさるな。やじろべえは子供をからかうために口から出まかせを言ったのに、男の子があまりにも調子をうまく合わせてくれるのでだんだんと嬉しくなってきてしまいました。よし、長松いい子だ。餅を買ってやろう。やじろべえが餅を買ってやるとそそくさと言ってしまいましたが、また2人のもとへ抜け参りの男の子がやってきました。どうやら褒めれば餅を買ってくれると聞きつけたらしく、おいらにも餅を買ってください。なんだおめえもかい。どれどれ。お、下境村から来たのかい。おめえの村にはよもさくというやつがおるだろう。またしてもやじろべえは男の子の傘の字を読んで出まかせを言うのです。すると男の子は、先に餅を買ってくだされ。そうでないとおじさんの言うことは当たりません。こりゃやじさん一本担がれたね。こりゃやられた。今回のお話、なんだか人情も見えたね。餅を買ってあげるやじさん、ちょっと優しいじゃん。江戸っ子は困ってる子供を見たら放っておけないものだから。次のお話も優しい一面見れるかな。次の舞台は保土ヶ谷の宿場、止め女って呼ばれる宿屋の客引きたちの戦場で旅人を捕まえて離さなかったの。今で言えばキャッチセールスの嵐ね。わあ、逃げるのに大変そう。戸塚では五右衛門風呂の初体験、そして箱根八里、天下の剣よ。ますます目が離せない。次回も楽しみだね。それではまた次回。チャンネル登録よろしくお願いします。